義輝と義明。どうする家康に学ぶ日本史。対照的な人生を歩んだ足利兄弟。足利義輝は将軍でありながら三好三人衆に切り殺されて悲惨な目に遭い、その弟の義明は室町幕府最後の将軍になっている。この人望厚い兄の義輝と少々軽薄な弟義明の足利将軍兄弟は対照的な生涯を送っている。義輝と義明の二人の生涯を詳しく見ていこう。足利義輝は室町幕府の第13代将軍足利義晴の長男として1536年天文5年に生まれた。そして義晴の次男義明が翌年に生まれている。兄の義輝が11歳で12代将軍に就任すると、弟の義明は大和興福寺に入って出家して覚慶と名乗った。義輝は細川晴元や三好長慶と対立して長く都を離れて苦労している。やがて三好三人衆に担がれて都に復帰した義輝は大名間の朝廷に乗り出すなど将軍としての存在感を積極的に示し始めた。すると将軍の傀儡政権を望む三好三人衆と義輝の間に埋めることのできない大きな亀裂が生じていく。剣豪将軍の異名を取る義輝は武力で室町幕府を立て直そうとしたのである。1565年永禄8年、三好三人衆と松永久秀は突如として義輝のいる二条五所を1万の兵士で取り囲んだ。死を覚悟した足利義輝は近親の者たちと最後の酒を酌み交わして三好勢に応戦した。剣豪の塚原卜伝に免許皆伝された剣の達人であった義輝は当初は薙刀で敵兵を切り払っていた。しかし味方がほとんど討ち取られると部屋にこもって将軍家先祖伝来の名刀を何本も畳の上に突き立てた。そして侵入してくる敵兵を次から次へと切り倒した。義輝は刀が折れたり切れなくなると畳に突き立てた刀に変えて応戦したため、三好勢はなすすべもなく被害は拡大する。そのため三好方は数時間が経過して疲れが見え始めた義輝の足を長槍ですくう作戦に切り替えた。ついに足をすくわれて倒れた義輝に襖や障子をかぶせ、三好勢はその上から槍で突き刺して仕留めたという。孤軍奮闘した足利義輝であったが、ついに三好方に討たれた。享年31であった。兄の義輝が殺害されると一条院門跡となっていた義明も幽閉される。義輝の近親であった細川藤孝らが義明を救い出して、最初は越前朝倉氏を頼った。ところが上洛の意思がない朝倉義景を見限った義明は次に織田信長を頼った。作家の司馬遼太郎はこの時に義明と信長の間を取り巻ったのが明智光秀だとしているが、確かな資料はまだ発見されていない。信長はすぐに義明を報じて上洛すると、三好三人衆に担がれていた14代将軍足利義秀は四国へ逃げ帰り病死している。室町幕府第15代将軍に就任した義明のために信長は二条城を造営している。宣教師のフロイスは完成に 4,5 年はかかる巨大な城を信長は自ら陣頭指揮をしてたった70日間で完成させたと
驚きをもって記録している。フロイスは織田信長の印象を形式にはこだわらない工事現場でも気さくに面会する頭の回転が速い人物だと評価している。一方、足利義昭については万事形式的で直接に話すのではなく家臣を通じて会話する。フロイスは将軍義昭が要領を得ない頼りない人物だと感じたために次期王者は信長に違いないと書き残している。しかし実際の義昭は兄の義輝を見習って政治の実権を握ろうとしたため次第に信長と対立していく。義昭は武田信玄や朝倉義景らに働きかけて信長包囲網を構築して信長を苦しめた。1573年元亀4年、義昭は武田信玄の施城作戦に呼応して牧島城で挙兵するが失敗して義昭は京都を追われている。ここに足利尊氏以来230年にわたる室町幕府は名実ともに滅亡したとされている。幕府最高の夢を捨てきれない義昭はその後も河内、堺、紀州を転々として1576年天正4年に毛利氏を頼って備後の友の浦に移った。義昭は毛利輝元の力を借りて友幕府を立てて信長に対抗した。1582年天正10年6月、本能寺の変で織田信長が討たれた情報を聞いた義昭は、この度信長のことは天命逃れがたくついに自滅したと述べたという。権威を上手に利用する能力に長けていた足利義昭は兄の義輝とは違い、武力ではなく外交能力によって幕府を再興しようとした。そのため義昭は徒手空拳であっても相手を味方につけることができたので、兄の義輝のように殺害されることはなかった。信長に代わって天下人となった豊臣秀吉には1万石を与えられた義昭は京都へ戻ることを許されている。再び出家した義昭は秀吉のおとぎ衆などを務めて1597年慶長2年に没している。享年61であった。無類の剣豪で武人としても潔い兄の足利義輝であったが、時代の波には逆らえずに悲惨な最後を迎えた。一方の弟義昭は軽薄さを持ちながら権威をうまく利用する能力を駆使して戦国時代に天寿を全うしている。足利義輝と義昭の生き方から、権威を持つ者が権力者と共存するためにはどうすべきかが学べるのである。